はいどうも。平田店長でございます。現在はですね、外付けのコンデンサーマイク、アーカーゲーの P120 っていうコンデンサーマイクで店長の声を今拾っております。で、実験したいのはこちら、バウンダリーマイクでございます。ベリンガーの BA19A ですね。こちらコンデンサーマイクですけど、床にこういう風に置いたりして使うバウンダリーマイクというコンデンサーマイクになりますね。で、これ店長カホンの中に入れてカホンの音を拾ってるんですけど、これ一度実験したんですが、例えばですけど壁に取り付けて喋った声を入れれるかどうかっていう実験をしたことがあるんですけど、結論から言うとできませんでした。で、まずこれだけの音声、これを今声を拾うために外部のアーカーゲーの方を切ります。はははですです。ははただいま、このベリンガーの BA19A から拾った音を、録音できているはずです。結構先ほど喋ってたぐらいの音量で喋ってるんですけど、マイクがもうこのぐらい、口にこういう風に近づけてないと、このぐらいの音量で入らないですね。それと、ノイズも多分乗ってるんじゃないかなと思いますね。店長のヘッドホンからは、今録音してる音が聞こえてるんですけれども、ちょっとノイズが乗ってるように聞こえます。ブーンという音ですね。で、これちょっと話してみますね。は、ですです。これ結構、ミキサー、今、マッキーのミックス8を使ってますけれども、ですです。は、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 は。これ離れるとかなり音が、小さくなります。まずちょっとアーカーゲーの方に戻しますね。今アーカーゲーの方で拾っております。先ほどと同じぐらいの、これバウンダリーマイクに声をやった時ぐらいのボリュームで喋ってるんですけど、今聞いていただいたように、このバウンダリーマイクは、例えばちょっと離れた位置に壁とかに取り付けて、喋った声を拾わせようとすると、そういう用途では使えないです。私が使っているように、カホンの中に入れたり、ドラムセットのバスドラムの中とか、ああいうやっぱり音がガンとでかい音が鳴るところに設置するべきマイクですね。例えばこう机の上に置いたりして会議の、音を拾おうとかってするとかなりボリュームを上げないといけないので、ノイズは乗るかなと。ボリューム上げればもちろん話し声は拾うと思うんですけど、先ほどのようにノイズが拾ってしまう。ノイズを拾ってしまう。今ここ映ってるね。映ってるね。ちょっとアングルよ。ちょうどいいや。よ。今ここに置きました。で、アーカーゲーのやつを切ります。で、これで拾うようにボリュームを上げていきますんで、ノイズの入り塩梅を聞いてもらえればと思います。は、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 は。
なり今ボリューム上げてます。ミキサーの方でボリューム上げて、店長も結構声を張ってます。先ほど喋っていたより大きな声を出してますけれども、かなりノイズが乗っているのがわかるんじゃないかなと思います。このようになってしまうので、1メーターも離れてないぐらい、この距離でかなりボリューム上げてもこのぐらいしか拾いません。で、ノイズがこれぐらい乗ります。今切ります。はい。今赤毛のマイク、コンデンサーマイクに戻しました。こんな風にですね、このベリンガーのバウンダリーマイク BA19A は、あくまで楽器のね、音を拾う用。ベースアンプとか、今これベースアンプですけど、ベースアンプとかのこういう風に置かない限りは、やっぱり拾わせるつもりだと、かなりアンプの近くとか、カホンはカホンの中、バスドラムの中とかに入れて音を拾わせるという用途のマイクになりますね。これで、声を拾おうとすると、こういう風に喋らなきゃいけないので、向いてません。これはバウンダリーマイクは楽器の音を拾うにはいいですけれども、人の声を拾わせる用途ではちょっと不向きなマイクだなというふうに思っております。実験した感じね。なので、これは楽器用ということで、バスドラム、カホン、あとはギターベースに使う場合はアンプの目の前に設置するような感じですね。まあそこまでしてバウンダリーマイクを使うかちょっとあれなので、まああくまでカホン、バスドラムという用途ならとてもいいと思います。はい。カホンにね、使ってる動画っていうのも出してますんで、それは、リンクどっかに出したりとかしておきますので、ご興味あればご覧いただければと思います。はい。それでは、バウンダリーマイクベリンガー BA19A のお話でございました。店長自身のね、実験も兼ねた動画となっております。はい。それでは、今回はこの辺で。じゃあね。気に入ったらチャンネル登録や、高評価ボタンいただけると店長とても嬉しいです。じゃあね。